こんにちは。はじめまして。はじめまして。すいません。今日はお問い合わせいただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、地図について問い合わせいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとキントーン地図で調べたときに、御社の簡単マップっていうものを目にしたんですけど、なんか簡単マップって、どんな風なことができるのかなっていうのがちょっと知りたくてお問い合わせさせていただいたんですけど。はい、わかりました。ありがとうございます。今ね、簡単マップってね、一言でちょっと言ってもらってるんですけど、ちょっと先にごめんなさい。説明だけさせてください。実は簡単マップって、実はいろんなサービスを総称して簡単マップって言ってるんですよ。で、簡単マップって一つだけのサービスではなくて、で、だから今簡単マップシリーズっていうふうに呼んでるんですけど、まず、ちょっとラインナップだけ先に説明しますね。まず、やっぱり一般的にやっぱみんなキントーンの上でパソコンで見たいなっていう人は簡単マッププラグインっていうサービスが一応やっぱメインのサービスになります。で、一方で、現場で使いたい人って結構多いんですよ。地図なんで。に行って現場で点検したいんです。みたいな時に、例えばスマホだったりタブレットとかを持って行って使いたいんですっていう人は、簡単マップモバイルっていうサービスも実は持っていて、そういうのも使ってもらってるユーザーもいます。あと、市民に向けてね、なんか地図の情報を公開したいんですみたいな。例えばハザードマップだったりとか、避難所はどこにありますよとかっていうようなものを、例えば、あと熊がどこに出たとかっていうのを市民に公開したいときに、簡単公開マップっていうサービスもちょっと持ってて、そういうのを総称して簡単マップって言ってるんですけど、それ辺を、どういうものを使いたいかによって、こういうふうに地図を使いたいんですって言われたうちの方で、これとこれをうまいこと組み合わせたら多分ノーコードで地図のシステム、御社でも作れますよっていうご提案をしているっていうのがちょっとうちのサービスなんですけど、具体的に何かこんなことしたいっていうのがあったら、うちからこんなことできますよっていうご提案できると思うんですけど、具体的には何かイメージありますか？ありがとうございます。そう、なんか御社でよく自治体での導入実績が多いっていうふうに聞いたんですけど、先ほど言っていただいてた熊出没システムで公開マップみたいな風に言われてたんですけど、そこも後でちょっとまた説明はちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、まず自治体でその簡単マップって使われるのってなんでそのニーズがあるんですか？そうですね。自治体でね、一番ちょっと分かりやすい事例で言うと、もう最近熊の出没がやっぱり全国的に話題になってニュースになってるじゃないですか。で、その時に、実際に使ってもらってる自治体さんはどんな使い方しているかというと、まず一つは市民から投稿してほしいんですよ。ここで熊出ましたみたいなのを。で、その時に、今までは電話してたんですって。でも、電話だと、例えば、どこどこって言っても場所わかんないじゃないですか。電話で、例えば、なんとか橋の100メートルぐらい離れたとことかって説明されても、どっちに100メートルかもわかんないから、なかなかうまいこと伝われへんかったんですけど、それをうちのサービスを使って、どういうふうに作ったかというと、うちの連携サービスで、ホームブリッジ地図連携っていううちのサービスがあるんですけど、ホームブリッジは多分有名なんで、ご存知かもしれませんけど、市民とか、要はキントンのユーザーじゃない人もデータを登録できるようなサービスなんですけど、そこにうちは地図を埋め込んで、地図がこうスクロールして、ここですって言って自分で場所を指定して、キントーンに送信するっていうことができるようなサービスを持ってるんですね。で、これで市民はここで熊見ましたよっていうのを自治体さんに送るっていうことができるんですね。で、それが、場所を指定して送ってるから、それがキントーンの中に入ってきて、で、それを地図でやっぱ見たいから、簡単マッププラグインっていうのを立ち上げると、そこにどこで市民が熊が出たっていう通報が来ましたよっていうのが、こう地図上に点々点々点ってプロットが出てくるんですね。で、次です。この情報を元に今度はキントーンクリックして、じゃあこれどんな対応せなあかんのかなっていうのをキントーンのデータベースで作ってきっちり熊の管理をしていきましょうっていうのがまず自治体でやられてること。で、次にやりたいのは、それをここで熊が出ましたよっていうのをやっぱ市民に公開していきたいんですよね。で、その時に、例えばこれは公開していい情報なのか、あとはこれは逆に
デマやから公開せんとこうとかも、キントン側で例えばラジオボタンとかで公開非公開みたいなのをつけといて、公開してもいいデータだけをちゃんとこう市民に公開するために、公開マップ、簡単公開マップっていうサービスを使って市民に公開するっていう仕組みまで全部がもう一気通貫で、ノーコードで作れるっていうサービスが、簡単マップの自治体で使われてるやつの一番こう分かりやすい事例なのかなと思います。で、これ今熊の出没の話をしたけど、全く同じ仕組みで実は今災害現場でも使われようとしていて、災害が起こるっていうか、災害が起こった時ではなくて、ハザードマップとかを重ねて避難所がどこにありますよみたいなのを市民に向けて地図情報を公開する。これ今までだとすっごい高価な地図システムを使わないとできなかったんだけど、それが今うちのサービスやったらもう本当にキントンと簡単マップのそのうちのいろんなサービスを組み合わせれば、もうノーコードで地図のサービスを公開するところまで一気にできちゃうっていうところで、今いろんな問い合わせがこれめちゃくちゃ増えてるサービスです。そんな使われ方が多いですかね。なんか災害で使われる地図っていう風に聞くと、結構地図が詳細じゃないとダメなのかなっていう風に思うんですけど、標準で地図とかってなんかどんな地図が選べたりとかするんですか？そうですね。これもよく聞かれるんですけど、今地図って実はね、皆さんあんまり知られてないんですけど、例えば地図でやっぱ一番有名なのは Google マップだと思うんですよ。でもじゃあ Google マップ使うってなると当然なんですけど、実は自分たちがスマホとかで Google マップ見る分には Google マップって無償で見れるんですけど、業務で使おうとすると実は Google マップはライセンス契約をちゃんとしないといけなくて、当然ですけどGoogle さんに費用を払って Google マップを業務利用しますよっていう風な形で契約をしないといけないんですね。で、もちろんそれをちゃんとしないといけないんですけど、一方でじゃあ無料で使える地図ってないんですかって言われた時に、今うちの簡単マップで標準で使える地図としては、国土地理院、要は日本の国の測量の機関が作ってる国土地理院地図っていうのと、あとオープンストリートマップって言って、ちょっと地図の専門的な話になっちゃうけど、それは、基本的に無料で使っていいですよっていう地図なので、それは標準機能として使えるようになってます。で、ただし、さっきの話、やっぱり Google マップ背景に使いたいんですっていうユーザーも多いので、当社は Google マップも、当然別途費用はかかるけど、Google マップを利用することもできます。で、さらに、簡単マップの特徴として、で、これ日本の国内だけの話になっちゃうんだけど、やっぱり災害とかが起こった時とかは、やっぱり家の表札がやっぱり現場で知りたいんですよ。災害だけじゃないんですけど、なんか物の配送とかするときに間違った家に物を運んだらいけないから、表札が出てる地図で有名なのが前輪住宅地図っていうものです。で、前輪住宅地図ももちろん有償ではあるんですけど、それも使えるようになってるので、オプションで追加さえしていただいたら、もう住宅地図が出てきて拡大していけば表札も見える。そんな地図も使えるような仕組みになっているのが簡単マップの特徴の一つです。前輪住宅地図に切り替えて使えれるっていうのは簡単マッププラグインだけなんですか？その点検業務で使われたい方向けの簡単マップモバイルっていうのでも使えるんですか？そうですね。簡単マップモバイルで、住宅地図を立ち上げると、当然モバイルなんで GPS が入ってるから、今現在地が出てきて、で現在地のところの住宅地図が見れるんですね。で、さらにこの簡単マップモバイルでは、多分ですけど、例えば新規に営業訪問とかするとかで、例えば、ちょうど黒木さんの家の前にいますって言って、で、黒木さんの家っていうのが住宅地図で出てくるわけですよ。で、そこで、新規登録って言って、キントンの新規レコードを登録するんですけど、その時に黒木さんの家をポチってクリックして新規登録をしたら、その黒木さんの表札の名前と、そこの住所も自動的にキントンに登録できるような機能も実装しているので、これが新規登録をいちいちまた入れて、黒木さんですね。でもここ住所なんかは当然わからないから、後でまた帰って住所入れ直すとかもめんどくさいんだけど、その辺も全部モバイルだけで自動的にできるっていうところも、今結構喜んで使ってもらってる機能の一つですね。ありがとうございます。なんかパソコンで使われる簡単マップのちょっとお話は聞いてたんですけど、
なんか主に外出先とか、なんかモバイル端末とか iPad とかタブレットとか使ってなんかできたら便利かなって思うんですけど、何かいい方法ってありますか？そうですね。これがつい最近、リリースして、実はこれも結構最近問い合わせが多いんですけど、簡単マップモバイルっていうサービスを、リリースしました。これもまさに、現場、要は屋外で使うための地図サービスです。スマホだったり、iPhone、あと Android のスマホ、あと iPad とか、あと Android のタブレットでも、一応動作はするんですけども、やっぱ地図を見ながら現場に行きたい。どんな人が多いかというと、例えば何らかの、例えば街路樹とか、街路灯とかの点検をしたい人。じゃあどこに街路樹が立ってんのか。それもやっぱ地図で見たいとか、あとは訪問営業的な人。もう本当にピンポーンって押してすいませんって言って販売員が来たりするんですけど、ああいう人たちもやっぱりここの家に来て、ここの家は留守やったよとか、そういうような形で、営業マンが、ぶっちゃけ言うと営業マンが100人ぐらいの営業マンが地域にバーって行って、実は全部モバイルで、簡単マップモバイルで、顧客情報を入力していって、で、次、ここのお宅は、反応が良かったので、また、改めて訪問に行こうとか、みたいなのをキントンで管理されているようなユーザーさんもいらっしゃったりもします。とか、そうですね。もう使い方は様々なんですけど、あともう一つちょっと特徴的に使われたのは、牧之原の竜巻被害が去年かな、起こったんですけど、その時に被災者の家を一軒一軒訪問して、あなたの家は大丈夫でしたかみたいなことをヒアリングに行った時に、この簡単マップモバイルを現場に持って行って、それはDWAT っていうその保健師さんとかそういう専門の人たちがお宅に訪問をして、この家は大丈夫やったよとかって言って、家一軒一軒にピンを立てて、この家は大丈夫でしたとか、この家はちょっといろんなちょっと問題があるから対応しましょうみたいなのをみんなで共有する、キントンで共有するみたいな使い方をしてもらったりとか、本当に使い方はアイデア次第で、もういろんなことに使われてるんですけど、そういったものが自分たちのアイデア次第で自分たちでノーコードで作れるっていうところが、簡単マップモバイルのいいとこかなっていうふうに思ってます。なんかちょっとキントンのお話になるんですけど、点検業務だったり、災害対応だったりとか、自治体業務だったりとか、いろんな風に使われるっていうのはイメージできたんですけど、キントンの簡単にアプリを作れるっていうのはいいところかと思うんですけど、何か忙しくしてたら、アプリ作りたいのに作れないっていう時間取るのがちょっと取れないみたいなことがあった時とかっていい方法ないですか？そうですね。今、当社は、先ほども、自治体さんだけではなくて、民間の訪問営業さんとかもいらっしゃるんですけど、そういった時に、もう我々もさすがにもう10年近く、7、8年簡単マップやってきたので、いろんな、導入実績、導入事例が増えてきたので、当社が開発に協力させていただいたような、キントンのテンプレートなんかは、実は、ご提供、販売という形とか、無償提供できるものは無償提供という形で提供させていただくケースもあるので、ひょっとしたらもう、そんな、キントンのアプリ作ってる暇もないわっていう、でも地図のシステム作りたいわってなった人は、もう一声かけていただいたら、キントンのテンプレートと地図のプラグインさえ買ってもらったら、極論言えば、もう明日からでも地図のシステムが使えますよっていうような、ご提案の仕方も当社はできるかなと思っております。ありがとうございます。早速それ聞いて、テンプレートあるんだったらいいなって思ったんですけど、実際にその簡単マップをちょっと使ってみたい。ちょっとでもちょっとわかんないなっていうことがあったら、オンラインとかでお伺いしたらいいですかね、また。そうですね。オンラインでこうやって質問していただいて、実際の画面とかね、見ていただきながら説明もしますし、あと加えて、うちが今ご紹介したね、簡単マップシリーズの各サービスは全部30日間の無償提供っていう形で提供もしているので、ウェブサイトから申し込んでいただいたらもうすぐにダウンロードできて、その場で自分でいきなりお試しできるようなプラグインもご用意しているので、うちの簡単マップ、これ、あれなんです。カタカナで簡単マップって言って検索してもらったら、うちのウェブサイトが出てくるので、そこで、無料申し込みの、画面に多分
たどり着けると思うので、そこからお申し込みいただいたらすぐにでもお試しできるかなと思います。ありがとうございます。ちょっとぜひ一回試してみたいと思います。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、またわからんことあったらいつでも聞いてください。はいよろしくです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あっと驚く価値を創造するアットクリエーション。